ねえ貞子、なんであんなに重いものが飛ぶのかしらね。飛行機のこと？不思議よね。飛行機作った人も最初に乗った人も勇気あるわよね。昔飛行機が墜落した大きな事故があったじゃない。123便のことかしら。知ってるわ。あの事故、どうやらただの事故じゃなさそうね。どういうこと？黒い噂があるってことよ。こんな話聞いたことない？ JAL123 便墜落事故の闇。今から36年前の1985年8月12日、乗客と乗務員520人が犠牲となる航空史上最悪の犠牲者数となるジャンボ機の墜落事故が起こった。お前、この前から一生懸命何を調べてるんだ？ああ、親父、日航機墜落事故だよ。えらくまた昔の事故を調べてんな。お前がまだ生まれてない時だぞ。なんで？いや、ただ興味があるだけだよ。ネットで気になる記事を見たからさ、何冊か本も買ってみたんだ。そうか。父さんは当時ニュースで見たけど、本当にひどい事故だったよ。上を向いて歩こうで有名な歌手の坂本九さんも乗ってたんだ。好きだったからショックだったな。機体は割れて、辺りは燃えて真っ黒になってたな。親父、知ってるか？もしかしたら事故じゃなくて、あれは事件だったのかもしれないってこと。あ？そりゃどういうことだ？あれは飛行機のどこかが壊れて、操縦不能になって落ちたんだぞ。まあテレビがそう報道すればそれを信じるよね、普通は。でも墜落したのは事故と見せかけた事件だったのかもしれないんだよ。お前、見た目は子供で頭脳は高校生の名探偵の見過ぎだろ。何でもかんでも他殺で推理していく。待て親父、ふざけてる場合じゃないんだって。どう考えてもただの墜落事故じゃなさそうなんだ。123便は墜落させられたんだ。はあ？なんじゃそりゃ。そんなことして誰の得になるんだよ。機体の破損による事故で済ませるには不自然な点が多すぎるんだよ。そして墜落後の自衛隊や国の対応、当時のことを知ってる人たちが未だに事故にしてはおかしいって思ってるんだ。事故調査委員会の発表だと、機体後部の圧力隔壁の破壊による空気の急激な噴流により垂直尾翼を吹き飛ばし操縦不能となったって話になってる。ああ、そんな話だったと思う。でもね、生存者の証言や状況証拠からどう考えてもそれが原因だとは思えないんだ。高度1万メートルの飛行機の外気温はマイナス40度の世界。もし事故の原因がさっき言ったことなら、急な減圧で飛行機の中は冷凍庫みたいに凍って酸素が薄くなるから酸素マスクも必要になるはずなのに、機内で減圧が起きた形跡がない。それを追及されて事故調査委員会は減圧は起こっていないと認めた。でも原因不明のまま国は再調査をしようともしないし、機体の故障が墜落の原因だということにしたままなんだ。群馬県の山中に墜落した機内には524人が乗っていて、520人が亡くなった。22世帯もの家族が一家全員死亡してるんだぞ。こんなに大きな被害を出しているのに調査しない理由ってなんだ？じゃあどうして落ちたんだ？何が原因だ？知れば知るほどこの123便の墜落にはすごい闇が隠されている気がするよ。いろんな説があるよ。一つは自衛隊が訓練中にミサイルを誤射して123便にぶつけてしまったって説。誤射のせいで機体に穴が開いて墜落したのか？いや、俺は誤射じゃないと思ってる。機長は墜落させまいと米軍の横田基地にコンタクトを取って着陸許可を得た。横田基地に着陸することはその時点ではまだ可能だったはずなんだ。はあ？わからん。じゃあなんで着陸しなかったんだ？横田基地に降りるなって機長は命令されたんじゃないかって話だ。でも機長自らが交渉して横田基地へ着陸許可を得ているのに着陸せずそのまま飛び去ったんだ。おかしいじゃないか。そして機内の会話の録音データが残っているのに、その全文を調査委員会は絶対に公開しない。誰でも知られてはまずい内容でも含まれているのかと思うだろう。多くの目撃証言があるんだけど、その日123便の後ろをオレンジ色のファントム戦闘機が2機追尾していたんだよ。乗客が機内で飛行機の外を撮影した写真があって、そこには飛翔体が写っていた。
おそらくその戦闘機さ。これは憶測だけど、横田基地に着陸しようとすれば追尾している戦闘機が123便を撃ち落とすだなんて機長は脅されたのかもしれないって言われてる。よくわからん。なんでまたそんなひどい命令を。123便に乗っている極秘のものを消すため、もしくは人物を殺害するためだろうって話だ。機長は乗客の命を救うために最善を尽くそうとしてた。羽田や横田基地に着陸しようと尽力していたんだ。だけど123便はファントム戦闘機から山へと誘導され墜落した。御巣鷹山の墜落現場にはオレンジ色の塗料がついた破片が残っていた。123便の機体の塗装にオレンジ色は使用されていないのにだ。これが何を意味すると思う？まさかミサイルか？まだまだ闇は終わらないよ。墜落現場は判明していたのに自衛隊は救助活動をしなかった。墜落を見ていた米軍の輸送機からすぐに日本に連絡が行ってるんだから、自衛隊は当然墜落現場を把握していたはず。しかも米軍がすぐに救助しようとしたがそれを断った。そして墜落現場が不明で捜索中だとテレビで繰り返し報道した。早い段階で墜落現場の上空にヘリを飛ばしておきながら救助活動を始めなかった。地元住人や生存者の証言もある。早期に救助していれば助かったはずの人たちだっていたんだ。当時この矛盾をジャーナリストたちが追及したけれど政府は完全に黙秘した。しかしそんなことになってたら自衛隊関係者の中には黙っていられない人間も1人や2人ぐらいいただろう。俺が自衛隊員だったら何やってんだって救助に向かうと思うが。そうだよ。国は待機命令を無視して救助に向かおうとした自衛隊員を射殺したんじゃないかって話だ。射殺？ニュースでテロップが流れたんでしょ。救助に向かった自衛隊員が数名何者かに銃撃され死傷者が出たと。すぐに誤報でしたって訂正されたそうだけど。父さん、俺はね、墜落現場で丸焦げで亡くなった人の写真を見てしまったんだ。ああ、かわいそうにな。墜落した時の火災で燃えてしまったんだろうな。いや、自衛隊が墜落現場を火炎放射器で焼き尽くしたって言われてるんだ。まだ息のある人たちごと。墜落現場に最初に入った自衛隊は救助活動をせず、現場を燃やし尽くして証拠隠滅を図っていたって話を見たよ。嘘だろ？いくらなんでもそんなことを。信じられないよね。そんなことするわけないって思うよね。だけど遺体はまるで炭のようになってたそうだよ。あの墜落の状況でそこまで遺体が炭化するなんてありえないそうだ。もしジェット機の燃料が飛び散って遺体にかかって燃焼したとしてもそうはならないんだって。犠牲者の遺体を検視した医師曰く遺体を2度焼いたような状態だったそうだよ。そして分析した結果、燃やされる際に軍が使用しているとある燃料が使われた形跡があったという。科学的にも不審点があるって根拠がある。これがただの墜落事故で説明がつくかい？その後自衛隊員が連続でしてる。本当になのかな。そして生存者4人を最初に発見して積極的に救助したのは自衛隊ではなく地元の消防団だ。山から煙も上がっていて地元民が墜落現場を通報していたのに、それを無視して墜落現場の誤報を繰り返した。自衛隊が救助活動を開始するまで事故発生から16時間以上もかかってるんだ。国は誰も生かして残す気はなかったんじゃないかなって思えるよ。信じられんが、それが本当だとして一体なんで国はそんなことをする必要があったんだ。国民の命を犠牲にしてまで何がしたかったんだ。全てを知ってるであろう当時の首相はもう亡くなっている。当時の事故の検証を積み重ねてその上で不審な点があるのは本当だ。国はやましいところがないんだったら全ての質問に明確に答えて音声データや資料も公開するべきだ。そして今年2021年、とうとうご遺族がデータの開示を求めて東京地裁に日本航空を提訴した。日光側は争う構えを見せているけどどうなるだろうね。そうか、その結果を見守らないとな。父さんも気になるなら調べてみるといいよって話よ。未だに事故の原因の再調査がなされないのね。これでは誰も納得いかないわ。昔はインターネットもなかったし情報は隠しやすかったけど、今の時代はあっという間に拡散して共有されるものね。
今の話が本当だったとして、このまま誰も責任と罪を追及されないままになってしまうのかしら。ただ時間だけが過ぎて事件が風化していくわね。ひどい話だったわ。決してこの出来事は風化させてはダメね。あら、もうこんな時間。じゃあ花子帰ってくるからまたね、キキコ。ええ、じゃあね。